球の皆さんこんにちは、月くんと申します。大怪獣バトル最強怪獣ランキングトップ10、1億年ぶりのランキング動画ですね。いつも通りこちらのルールにのっとって順位をつけています。無印とネオの混合のランキングです。大怪獣バトルの主人公であるレイの手持ちの怪獣たちももちろんランキングの対象なので、そのあたりにも注目していきまくりながら順位発表いったらんかい。どうぞ。10位は無印の7話に登場した4次元怪獣ブルトン。初代や Z に登場した個体と違って、この個体本体はそこまで圧倒的な強さがあるわけではないんですけど、この時点でのレイのゴモラとさほど強さが変わらないレベルの怪獣を3体も召喚することができます。ネロンガ、テレスドン、レッドキングを召喚できて、しかもこの3体は謎にブルトンの言うことを聞くので、波の相手ならブルトン本体に到達する前に倒されるでしょう。まるでレイオニクスのように怪獣を操るブルトンが10位にランクイン。9位は無印の5話に登場した超古代怪獣ファイヤーゴルザ。レイの姉ケイトが操る怪獣で、サドラの群れを一瞬で破壊し尽くすほどの強さを持っています。レイのゴモラの超振動波をもろに受けても古無視できる耐久力や強化超音波光線での攻撃に加えて、ゴモラを上回る格闘能力など隙がありません。当時のレイがザップと協力してようやく倒すことができたファイヤーゴルザが9位にランクイン。8位はネオの3話に登場したフィンディッシュタイプビーストガルベロス。ナックル星人のレイオニクスが操る怪獣で、幻影を作り出して相手と戦わせ続けることによって消耗させた後、自身の火炎弾などでとどめを刺す戦法を得意としています。しかもその幻影というのがなんとゼットンで、もちろん本物のゼットンほどの戦闘力はないものの、何度でも復活させることができるので、無限ループにはまってしまった相手はひとたまりもありません。波の相手ならガルベロス本体に触れることすらできずに敗北してしまうほどの強さを持ったガルベロスが8位にランクイン。7位はネオの6話、7話に登場した暴君怪獣タイラント。レイオニクスのキール星人グランデが操る怪獣で、火炎攻撃や霊気攻撃、ベムスターの吸収能力による防御、イカルス星人のアロー光線、バラバの武器など合体した怪獣たちの能力を使いこなしまくって戦います。格闘能力も当時のレイのゴモラをフルボッコにするレベルで、レイのエレキングを叩きのめして死に追いやるほどの圧倒的な戦闘力を誇っています。リベンジ戦で敗れたものの、非常に強力な強さを持ったタイラントが7位にランクイン。6位は無印の11、12、13話に登場した宇宙恐竜ゼットン。レイの姉ケイトが操るエース怪獣で、ダイナミックでアクロバティックな格闘戦を得意とするゼットンです。テレポート能力は使用していないものの、おなじみの超火力の火球やカチカチの全方位バリア、敵の攻撃を増幅して跳ね返すレイのアレなど、全く隙がない凄まじい総合力を誇っています。軽快な動きで次々と強力な攻撃を繰り出して、レイのゴモラ、エレキング、リトラの3体がかりでも全く歯が立たないレベルの圧倒的な強さを持ったゼットンが6位にランクイン。5位は無印の10、12、13話、ネオの10、11話に登場した宇宙ロボットキング・ジョー・ブラック。ペダン星人が作ったあの有名で強力な戦闘力を誇るキング・ジョーの後継機で、通常のキング・ジョーをはるかに上回る圧倒的な戦闘力を持っています。防御力が高いはずのグロマイトをワンパンできるほどの威力のペダニウムランチャー、ゼットンと真正面から殴り合って互角に戦える格闘能力、レイの怪獣たちの総攻撃をあっさり耐え抜く防御力、当然分離飛行も可能で、その状態からでも波の怪獣を倒せるほどの攻撃も可能。しかも戦闘データを常にペダン製に送信していて、それを元にアップデートが行われるという驚異的な強さを持つキング・ジョー・ブラックが5位にランクイン。4位はネオの12、13話に登場した巨大アーマードメフィラス。エンペラ星人の元愛刀ダークネスブロードの力によって、巨大化前でも怪獣をワンパンできるという意味がわからない攻撃力を持っています。大怪獣バトルネオの終盤のゴモラは、タイマンで7位のタイラントを倒せるはちゃめちゃな強さになっていたにもかかわらず、巨大アーマードメフィラスはそのゴモラとミクラスの2体を相手に互角に戦いました。レイブラッド星人によって巨大化し、強力な力を手に入れて、倒された後はちょっとだけ協力してくれた巨大アーマードメフィラスが4位にランクイン。
3位はネオの13話に登場した暗黒魔外装アーマードダークです。9話に登場した時は中にセブンが入っていたんですけど、13話の最終決戦では精神体のレイブラッド星人が憑依しました。精神体とはいえレイブラッド星人が憑依しているだけあって圧倒的な強さを誇っています。あのキング・ジョー・ブラックをあっさり撃破できるグランデのレッドキングと、そのレッドキングと同等のレイのゴムラが2人がかりでも歯が立たないほどの凄まじい強さで暴れ回りました。レイブラッド星人という超大物が憑依してラスボスらしい強さを見せたアーマードダークネスが3位にランクイン。2位はネオの13話に登場した EX レッドキング。レイのライバルキール星人グランデが操るレッドキングの最終形態。素のレッドキングの状態でキング・ジョー・ブラックをボコボコにできるほどの強さを誇る個体で、それがさらにパワーアップしてとてつもない強さになっています。ラスボスのアーマードダークネスの攻撃をフルシカとできるレベルの防御力フィジカルを持っていて、レッドキング史上最強の個体と言ってもいいと思います。ラスボスとの対マンでも圧倒できていたであろう強さを持った EX レッドキングが2位にランクイン。1位はネオの13話に登場した EX ゴムラ。まだまだ成長途中だった無印に登場した時でさえ、あのゼットンとキング・ジョー・ブラックが2人がかりでも全く問題にならないレベルの圧倒的強さを持っていて、ネオに登場した際は当然さらにバグレベルの強さになっています。EX レッドキングと同じくラスボスであるレイブラッド星人の亡霊が憑依したアーマードダークネスの攻撃をフルシカとして戦闘できるフィジカルとパワー、もはやゴモラであってゴモラではないと言っても過言ではないほどのはちゃめちゃな強さです。波のウルトラ戦士をはるかに凌駕した強さで、ラスボスさえもボコボコにした EX ゴムラが僅差で1位という感じでした。他のシリーズのランキングに比べて順位をつけるのは簡単だったんですけど、上位陣の強さは相変わらずとんでもないですね。キング・ジョー・スカーレットも多分ここに入るだけの強さはあったと思うんですけど、戦闘シーンがないに等しいので今回は入れていません。他にはネタキャラかと思いきや終盤のゴモラとそこそこやり合えたザラブ星人、対マンでゴモラに勝ったりしているレイのエレキングも10位争いをしていました。皆さんのご意見ご感想もコメントでお待ちしています。ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。